皆さんお元気でしょうか。スージーと申します。今回はからかい上手の元高木さん260話の感想を語っていこうと思います。よろしくお願いします。いやー、今週の元高木さんもね、とても面白かった。ちーちゃんが可愛いし、オチも面白いし、もう何よりもやっぱいいお嫁さんって言葉がね、めちゃくちゃいいですよね。というわけで今回も中身にがっつり触れながら話そうと思いますんで、まだ読まれてない方はぜひ漫画版で読んでから見ていただけると幸いです。というわけで今回も行ってみましょう。さて、からかい上手の元高木さん260話はお皿洗い会でした。すごいピンポイントなタイトルやなと思うんですけど、まずは1ページ目からお母さんの家事を手伝ってお皿洗いをするちーちゃん。いや、まさにお皿洗い上手のちーちゃんって感じですね。お母さんに助かるよって言われて、ご機嫌なちーちゃんは簡単簡単って言いながら持ってたコップをポーンと飛ばしてしまいます。幸いお父さんがコップをね、空中キャッチして事なきを得ます。ここはお父さんとちーちゃんが一緒にはーって言ってね、安堵するところがね、親子だなーって面白いなーって思った。そんな危なっかしいちーちゃんをお父さんが見守るわけなんですけど、いや、この後のちーちゃんの言葉ですよね。いいお嫁さんになるっていう今回のキーワードでもあるんですけど、それを聞いたお父さんはさっきまで頑張れってね、お父さんを応援してたんですけど、いや、別にお皿洗いできなくてもいいんじゃないみたいな、頑張らなくてもいいんじゃないみたいな感じですごい複雑な感情でね、ちーちゃんを見守ります。最近ちーちゃんのこのいいお嫁さんになるっていう言葉もそうなんだけど、なんか最近花嫁修行的なセリフがなんか多くなってるかなって感じがして、これはちーちゃんのこの成長の証なのか、もしくは何かの伏線か。いや、伏線はないか、さすがに。大人になったちーちゃんとか。いやー、見たいけどちょっとまだ早いかな。まあでもね、結局、ちーちゃんからお嫁さんってワードが出るたびにお父さんが複雑なね、セリフを言ったりとか、表情したりするのがね、すごくね、面白くて、ちーちゃんがいいお嫁さんにならないようになんか暗示をかけるお父さん。このデレデレっぷりがね、すごく好きです。面白いよね。ちーちゃん意図せずお父さんのことからかってるな感があってね、とってもね、いいと思います。で、今回はこの後の4ページがね、すっごく最高なシーンですよね。ちーちゃんのいいお嫁さんって言葉を聞いて、お父さん、西方もね、いいお嫁さんかーって、心の中でつぶやく西方が、ちらっと目をやった先には、元高木さんがね、笑顔でキッチンを掃除してるわけですよ。いいお嫁さんかって心に思った後に、もうね、自分のお嫁さん見てるところがさ、最高すぎませんかいや、いいお嫁さんどころじゃないよ。もう世界一いいお嫁さんが隣にいるんですよ。西方の幸せっぷりってきたらね、もうね、最高すぎかよ。可愛すぎかよ。いやー、ここのね、もう、このお母さんの立ち姿がね、めっちゃいいなって思いますね、やっぱり。で、そんな西方のね、お父さんの視線に気づいたお母さんがちょっとね、みたいな感じでね、問いかけるところもね、とっても可愛いんですけど、で、この後お父さんもね、なんか地位を見ながら、お母さん見たくなるのかなみたいな感じでちょっと心につぶやいてるところ。ここはやっぱり親心ですよね。娘の成長が嬉しい。でもちょっと複雑みたいなお父さんの気持ちはね、わからないでもないですよね。で、この後ですよね、5ページ目から6ページ目にかけて、ちーちゃんがご機嫌にお皿洗いをね、続けてるわけなんですけど、そんな姿を見た元高木さん、お母さんがちょっとスススってね、引くんですよね。って思った瞬間に、ちーちゃんがスプーンも洗うって言って水をドワーッと出した瞬間に、スプリンクラーみたいにプシャーみたいな感じで全方位攻撃。もう辺り一面大ダルウェーブ。大洪水ですよね。このスプーンに乗った水がね、勢いよくバーって噴射されるのはね、リアルでもあるやつ。わかるわ。で、今回の話の一番の肝はね、この後のコマだと思うんですよね、僕は。そんな濡れちゃったちーちゃんとお父さんを見ながら、お母さんがね、いつも通りっていうのかな、カラカラとね、笑うわけなんですが、その後のお母さんのセリフですよね。そんな立派じゃないよって。この微笑みながらそんな立派じゃないよっていうところがね、バチバチに好きなんですよね。いくつかね、思うところがあって、まずはね、当然西方のことは何でもお見通しなお母さん、元高木さんですから、お父さんがいいお嫁さんだなと思ってお母さんのことをちらっと見たところもね、多分お見通しだと思うし、それに対してのもう全部お見通しな上で、そんな立派じゃないよっていう節もあるだろうし、さっきお母さんがススってね、聞いた通り、おそらくお母さんのことだから、ちーちゃんのこの後の言動が分かってて、
や、チーのことだからこの後スプーン洗って水ブシャーっとするんだろうなと思って、あらかじめ避けたってところもあるだろうし、で、本来だったらそこで止めておくべきなんですよね、予見できていたら。で、お母さんのことだから多分、もう、水かかるって、そんなめちゃくちゃ危険な行為ではないから、止めるってよりも、この後起こる未来に対しての、チーとお父さんに対する、からかいじゃないけど、そういうなんか面白い出来事。それを優先して止めなかったっていうところであって、そんな立派じゃないよって言った節もあったりとか、で、もう一つは、完全に妄想ですけど、お母さんももしかしたら、昔、幼少期だったりとか、もしくは中学の時とか、お母さんの、高木さんのお母さんの家事を手伝った時に、同じような失敗をしてる可能性もね、全然あると思うんですよね。だからこそ、お母さんが多分この後起こる地位の出来事、水ぶしゃを予見して、自分だけ避難したというか、ちょっと危険予知能力が発揮されたというか、だから、そんなちーちゃんを見て、昔の自分を思い出して、そんな立派じゃないよって、そんなもう完璧なお母さんなんかじゃないよって言いたかった節も1ミリぐらいあったりしたら、なんかすごく可愛いなって思って、で、過去の自分を鑑みて、で、今の地位がなんか昔のね、自分と同じような行動をしてるっていうのが、なんかもしかすると嬉しかったりするのかなって、おかしかったりするのかなみたいな、そういうのもあって、なんかすごくお母さんや母性溢れるようなこの表情をしてるのかなと思ったりする節もね、あると思うんですよね。完全に妄想ですけど、そんなこんなで、無事かお皿洗いが終わって、ピッカピカになったキッチンを見て、そのピカピカになって美しいってつぶやくちーちゃん、美しすぎて、これ以上汚したくないってね、思っちゃうね、この子供っぽい、なんていうのかな、オチというか、もう美しくなったキッチンをね、汚したくないって思いでね、静止するちーちゃん。ストーリー的に普通に面白いオチだったと思います。いやー、ちーちゃんがとってもね、可愛らしい、なんかオチでしたよね。なんで、今回のお皿洗いっていう回の中に、このいいお嫁さんっていうワード、これをね、もうぶっ込んだことによって、お父さんはやっぱお母さんのことをね、とってもいいお嫁さんだって思ってるっていうのはもう間違いないし、そもそもね、元高木さんはね、世界一いいお嫁さんだし、西方家は世界一幸せなね、家族だと思ってるし、そんな中でも一見完璧っぽいなんかお嫁さん、お母さんをしてる元高木さんだけど、元高木さんも自分で、いや、そんな立派じゃないよってなんか言ってる、謙遜してるところがね、いやー、わびさびですなーって、いやー、使い方間違ってんな。いやー、でも情緒だなーって思うんですよね。いい表現だなーって思うんですよね。でもやっぱり、こうやって西方も高木さんも大人になって結婚したわけですけど、二人ともどんどん心身ともに成長してるはずだし、ちーちゃんっていう子供も生まれて、守るべきものができたから、さらにね、大人の道をね、歩んでいってる二人なんだけど、でもその実、そんな立派じゃないよって言ってる通りに、こうやってついからかいたくなっちゃう時っていうのはやっぱりあって、そういう時にふとしたお母さんの表情っていうのが、やっぱり中学生の高木さんをね、彷彿とさせたりとか、子供らしさというか、少女だった頃をね、なんか思い起こすような、やっぱりそういうところがとっても可愛いし、西方もそんなお母さんのね、笑顔を見てやっぱり照れちゃう部分が未だにあって、大人になっても、西方と高木さんの関係はね、やっぱ今でもすごくいい、からかわれな関係なんだなって思うような回だと思いました。やっぱりからかい上手の元高木さんはね、今も健在なんだなって思わされる回だと思います。今回もいいセリフにいいシーンがね、てんこ盛りでしたね。で、まだ発表はされてないんですけども、からかい上手の高木さん19巻が3月10日に発売が決定してるんで、おそらくからかい上手の元高木さんの17巻と18巻も同じ日に出るんじゃないかなと、3月10日に発売するんじゃないかなって思っております。まだ決定ではないですけど、単行本発売されたら皆さん買って一緒に楽しみましょう。というわけでよかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。スージーでした。じゃあねー。